こんにちは、ミッキーです。今回は2023年最新レポート東京下町カフェ6選をご紹介していきます。カフェの聖地として知られている清澄白河や門前仲町のある深川エリア、東京の下町エリアとして江戸時代より多くの庶民に親しまれてきたエリアは今もなお魅力あふれるお店であふれています。もともと深川自体が日本各地から船で運ばれる食料や物資の供給地として水路が発達しており、貯蓄倉庫が並ぶ物流拠点としても栄えてきました。そんな背景もありまして、大きな倉庫をリノベーションした空間や職人気質から発展した自家焙煎のコーヒーなどがありますので、ぜひそういった魅力に触れてみてください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。さて、こちらご紹介していきますのは、イキロースタリー&イータリーさんでございます。こちらは2022年8月にオープンした本格コーヒーとパンのお店でございます。清澄白河から7分ほど歩いてたどり着く場所にあるんですけども、東京下町の川沿いの雰囲気なんかもとても素敵でございますので、ぜひそういった景色も楽しみながらこちらを訪れてほしいなと思います。ベーカリーを併設したロースタリーカフェになっていまして、コーヒーとともにペーストリーやサンドイッチをいただけるところが魅力のお店なんですけれども、今映像で映しています通り、店内もとても広々としていて、たくさんのタイプの席がありますので、1人や2人で訪れた場合はもちろんのこと、複数人で訪れていただいても十分に楽しむことができるような空間かなと思います。こちら東京駅からも40分ぐらい歩くとたどり着く場所にありますし、例えば押上とかの観光スポットからも歩ける場所にありますので、もしこの動画を確認していただいて東京の外から観光にいらっしゃる方は、ぜひこちら清澄白河エリアのカフェ巡りも一つの楽しみとしていただければと思います。で、こちらのお店では自家焙煎した高品質のコーヒーと美味しい料理を携えて、清澄白河で地域の人に愛されているカフェになっていますので、この日に訪れた際も朝早くからたくさんの地域の方々がお客さんとしていらっしゃっていました。で、先ほどからも申し上げていますけれども、魅力的なのはフードやドリンクだけではなくて、元倉庫をリノベーションした開放感のあふれるこちらの空間でございます。正面の大きな窓と天井から差し込む光が食事も美味しく見せてくれる気がしますので、ぜひお好みのアングルを探していただいて素敵な写真を撮っていただければと思います。あとはこちらのインパクトが大きいコーヒーの焙煎機なんかもありますので、コーヒー好きな方にはとてもたまらないかなと思います。ちなみにコーヒーもこちらのお店で焙煎されていまして、月曜日と火曜日の午前10時から午後4時までの間には、イキブレンドやシングルオリジンのコーヒー豆を焙煎してくれているということでございます。なので、店頭でも常時新鮮な豆が販売されていますので、コーヒー好きな方、ご自宅でもコーヒーを楽しみたい方は、こういった素敵なパッケージにも入れてくれますので、お土産等でご購入いただければと思います。また、コーヒー豆以外にもアパレルアイテムとか、あとはお酒とかもありますので、ぜひ気に入っていただいた場合には、ぜひ購入してみてください。また、ドリップバッグもありますので、家にコーヒーのミルがないという方でも、気軽にご自宅でコーヒーを楽しめるところも魅力的でございます。あとはカウンターにて販売されています数々の焼き菓子が魅力的でございまして、この日は月曜日に訪れていまして、残念ながらパンをいただくことはできなかったんですけれども、月曜日と火曜日以外の営業日に関しましては、パンもいただくことができますので、ぜひチェックしていただいて訪れてほしいなと思います。ただですね、こちらまさに天気がいい日に訪れるのが特におすすめになっていますので、もし訪れたいタイミングで月曜日と火曜日のみが晴れているということがありましたら、あまり気にせず訪れていただいて、それこそパン以外にもたくさんフードメニューはありますので試してほしいなと思います。今こちらメニュー表を映してるんですけども、例えばプレートメニューですとトーストとアボカドとトマトとボイルドエッグとレモン、チーズ、生ハムなんかも添えてくれますので、とてもおすすめでございます。あとはトースト類も比較的たくさんの種類がありますし、コーヒーを添えていただくとどのフードも美味しくいただけるかと思いますので、ぜひ参考にしていただければと思います。で、こちらは他にいただきましたアボカドサーモントーストでございます。少し値段はするんですけども、新鮮なサーモンとアボカド、そしてパンをいただくことができますし、かかっているオリーブオイルがとても美味しかったので、ぜひとも試してほしいと思います。あとは席の紹介、少ししそびれてしまったんですけれども、実は先ほど映していた1階の席以外にもロフトが上がった2階席もありますので、また違った空間の魅力に触れてほしいなと思います。
こちら、この日にいただきましたフラットホワイトのエスプレッソドリンクになっています。もともとイキさん自体がニュージーランドのバリスタさんからのトレーニングを受けているということでございますので、こういったオーストラリアとかニュージーランドでいただくようなスタイル、つまりロングブラックとかフラットホワイトでいただくと、そのコーヒーの味の深みを知ることができるかなといったところです。さて、続いても清澄白河からお店をご紹介していくんですけども、今回ご紹介するクランバイザリバーさんというところは清澄白河から徒歩10分の距離にあります。ただですね、こういった川の景色を眺めながらとても開放感あふれる東京下町の魅力に触れながら訪れることができますので、ぜひとも天気がいい日に計画して訪れてほしいようなお店でございます。こちら、クランバイザリバーさんという名前、馴染みない方も多いかと思うんですけれども、実はピットマンズさんというお店の名前で、2022年11月まで運営されておりまして、昨年末の2022年12月に名前を変えて生まれ変わった大人気のテラスカフェでございます。こちらのお店は、デューロ東京清澄バイザシェアホテルに併設でございまして、東京観光の際の宿泊候補地としてもとても参考になるかなと思います。こちらの店、清澄白河の駅からも10分ほどでたどり着くんですけれども、実は東京駅からも約40分ぐらい歩くとたどり着きますので、もし東京駅にご用がある方は、こちらに宿泊していただいて、こちらの清澄白河から少し歩いて日本橋の兜町とかあの辺りのエリアを確認していただきつつ、そして東京駅の方へ向かっていくというコースをたどっていただきますと、最近できた東京ミッドタウン八重洲や有楽町の国際フォーラムなんかも見ることができますので、とてもおすすめなお散歩コースでございます。そしてこちらは、今回ご紹介するクランバイザリバーさんの店内の様子でございまして、店内もとてもスタイリッシュでおしゃれな空間になっています。こちらの店では、隅田川の風を感じながら、こだわりのコーヒー、バーベキュー料理とクラフトビールを味わうことができる空間でございます。先ほど映像でも映させていただきましたけれども、外のテラス席もとてもおすすめでございますし、特に夏の季節の夜の時間帯には、心地よい隅田川の風を感じながら、お酒や料理をいただくことができますので、そちらもとてもおすすめなポイントでございます。新しい店名でございますクランというのは、家族、血筋、血縁、仲間、愛する人などの意味が込められておりまして、世代を超えて愛される場所になってほしいという思いが込められています。クランというと私はヒップホップアーティストのウータン・クランさんをイメージするんですけども、そういったところもそういったコミュニティ的な意味合いを含めているのかなと思いますね。店内も実際にヒップホップっぽいような曲が流れていたりとか、とても心地がいい空間になっていましたし、こういったグッズなんかの販売もされていましたので、ぜひ気になった方は購入いただいてご自宅用にも使っていただきたいと思います。こちらの店舗、完全キャッシュレス店舗になっていますので、現金派の方は事前にご注意いただければと思います。さらにこちらのお店は朝から晩までオールデイで楽しめるのが魅力になっているんですけども、個人的なおすすめはモーニングでございます。7時からオープンしていますので、朝活をしてから隅田川を散歩して出社するといった優雅なルーティンも可能なお店でございます。朝食メニューは9時半までになっていますので、なるべく9時前以外には訪れてほしいなと思いますので、ちょっと遅く起きた日にはモーニング以外のランチメニューなんかを頼んでいただくといいかなと思います。そしてこちらはこの日にいただきましたアメリカンワッフルプレートとラテでございます。通常のホットコーヒー等をつけていただく場合にはワッフルプレートの込みの値段でいただくことができるんですけども、ラテに変える場合は今回注文したように330円プラスでかかりました。で、このワッフルにスクランブルエッグとサラダとヨーグルトとソーセージ、あとバナナとイチゴがついたとても贅沢なメニューになっています。ちなみにこちらのお店は以前に浅草蔵前編でご紹介させていただきました蔵前のリーブスコーヒーロースターズさんの豆を使っておりまして、こちらのお店もコーヒー好きならおそらく知っているであろうとても美味しいコーヒーになっていますので、ぜひ今回頼んだラテのようにコーヒーメニューを頼んでほしいなと思います。他にも同じく蔵前のベーカリー、そちらも以前の浅草編の動画でご紹介させていただいたんですけれども、ちがやさんのパンもいただくことができますので、気になる方はぜひそちらの動画も確認してほしいなと思います。続いては少し駅を移動しまして、門前仲町から門中コーヒーさんのご紹介でございます。こちらは2022年11月に誕生した自社焙煎のスペシャルティーコーヒーを中心としたロースタリーカフェになっています。過去にご紹介した下北沢の北参道コーヒーさんや六本木のテイラードカフェ、東京駅の北参道喫茶などを運営しますビプレインさんの系列店舗でございまして、それらのお店同様専用アプリでございますコーヒーアップから注文することで
待ち時間少なくメニューをいただけるところもおすすめなポイントになっています。一方で完全キャッシュレス店舗になっていますので、先ほどのクランバイザリバーさん同様、現金支払いが不可な点だけご注意いただければと思います。こちらのお店は門前仲町、通称門中の地域活性もとても支援しているようなお店でございまして、こういったイベント情報なんかも載せてくれている素敵な取り組みを行っているお店でございます。お店の魅力としましては、先ほど申し上げた自社焙煎のコーヒーでございまして、そちらは常時約10種類ほど取り揃えていますコーヒー豆から選べるスペシャリティコーヒーになっています。さらに注目は丸型のクロワッサン、サークロというものでございます。おそらくパン好きの方なんかは最近メディアで取り上げられ始めていますので、聞いたことがある方もいるかと思うんですけども、今回も注文してますので、ぜひ映像を通して確認していただきたいなと思います。ただですね、一点注意してほしいなと思いますのは、パン屋さんではなくて、あくまで自社焙煎コーヒー専門店のため、そういったサークルのメニューとか、あとはスイーツは製造数に限りがあるということでございます。この日も9時頃に訪れたんですけれども、早速こんな形で2階の席はたくさんの人がいらっしゃいまして、朝ごはん等を楽しんでいました。といったこともありまして、すでにですね、サークルサンドのうち、ハムレタストマトというメニューとか、あとはスモークサーモンというメニュー、クリームチーズ、クッキー&クリームは全て売り切れていました。なのでですね、全ての味を確実に楽しみたいという方に関しましては、平日は8時から、休日は9時からやってますので、そういった開店のタイミングを狙って訪れてほしいなと思います。で、2階はこういった形でアーティスティックな空間でありながらも、様々な席のスタイルで楽しむことができますので、お一人様はもちろん複数人でも訪れていただけるような、そんなお店になっていたかなと思います。また、充電も可能でございますし、Wi-Fi も使えますので、作業向けにも使えるようなお店でございますね。また、こちらのお店は、門前仲町の駅から徒歩2分でたどり着く場所にありますので、そういったところも普段使いしやすいお店になっているかなと思います。やはりこの門前仲町も先ほどご紹介した清澄白河に関しましても地域密着な様子がとても素敵だなと思いますので、ぜひ街並み気に入った方はその引っ越しとか住居探しの点でも参考になるかなと思います。こちらが先ほどから申し上げていますサークロですね。非常にたくさんの種類がありまして、こういったスイーツ系のメニュー以外にもサンドといった形でフード系のメニューもいただけますので、そういったところもおすすめですね。17時以降はワインを中心にアルコールメニューの提供もあるということでございますので、外でお酒飲むにも気持ちよさそうかなと思いました。あとはコーヒー豆の販売も行われていますので、実際に飲んでいただいて気になったメニューがありましたらご自宅用にも買ってほしいなといったところです。あとはこんな形で、このメニューでいうところのサークロベリーなんかは春の季節限定メニューになっていましたし、他にもドリンク系も自家製のいちごミルクとか、ラテコアントローといったシーズナルドリンクもありましたので、ぜひその訪れていただいたタイミングで気になるメニューがありましたら頼んでほしいなと思います。そんな中、この日頼みましたのはサークロのモーニングセットでございます。今回のセットではあんこのサークロとラテをいただきました。セットの場合に選べるサークロはプレーンとチョコレートとあんこ限定でございますので、その他の味を試したい方は単品にて注文していただければと思います。また、今回のようにラテメニューを頼む場合にはプラスの料金がかかりますので、その点はご注意いただければと思います。ただですね、ラテ頼んだ場合にはこういった素敵なラテアートでいただくこともできますし、ラテも非常にボリューミーにいただくことができますので、朝にはちょうどぴったりなメニューかなと思います。サークル自体は本当に不思議食感だなといった印象で、またクロワッサンとはちょっと違った食べやすい大きさになってますので、そこもおすすめなポイントかなといったところです。で、こちら、せっかくなのでセットでいただくことができなかったサークルの他のメニューも注文してみました。こちらはサークルオランジェットになっています。こちらがちなみにこのお店の中では一番の人気メニューだということでございますので、皆さんもぜひそういった実演情報を参考にしていただいて注文してほしいなと思います。続いてご紹介しますのは、同じく門前仲町からトリュフベーカリーの本店でございます。こちらは白トリュフの塩パンとおしゃれな紙袋でとても有名でございますので、こういったカフェ情報の感度が高い方はすでに訪れたことがあるかなと思います。こちらのお店は2023年3月には北海道ボールパーク F ビレッジ内に最大級の旗艦店をオープンし、ますます注目を集めています。お店の外にありました青いクマのキャラクターはそういったボールパークのイメージキャラクターなのかなと思っています。そして話題の塩トリュフの塩パンはタイミング次第では個数制限がございます。この日は平日の14時頃に訪れたんですけれども、運よく待ち時間はなかったです。制限なしで買うことができたんですけれども、土日などは個数制限及び行列になると思いますので、タイミングには気をつけていただければと思います。都内だと他には広尾や三軒茶屋に店舗がありまして、新橋、有楽町、池袋、
御徒町には小型店のミニがあるんですけれども、いずれも連日行列になっていまして、なんと昼頃には売り切れてしまうということでございます。ただ、こちらの本店に関しましては、週末でも行列こそできるものの、午前中に行けば売り切れになりにくいということでございますので、その点も踏まえますと、白トリュフの塩パンをどうしても食べたいという方に関しましては、こちらの本店ぜひとも参考にしてほしいなと思います。店内に入りますと、こういった形で注目の塩トリュフの塩パン以外にも美味しそうなパンがたくさん並んでますので、ぜひ塩パン以外にもたくさん頼んでほしいなといったところです。創業から5度目の進化を迎えましたクロワッサンもとても美味しかったので、ぜひ頼んでほしいなと思いますし、せっかくなのでこの10円でいただける紙袋に詰めていただいて持って帰っていただくと気分も上がるかなと思います。さて、今回注文しましたのは先ほどから申し上げています行列のできる塩トリュフの塩パン、そしてクロワッサンとピスタチオフランスでございます。やはりどれもとても美味しかったんですけども、特に感動だったのは塩トリュフの塩パンでございます。もう本当に香りが抜群でございまして、一口噛んだ瞬間に口に広がる塩の風味とふわふわとした食感がとても最高でございました。特にやっぱり焼きたてがとても美味しいので、それこそ隅田川付近で休憩していただいて食べていただくととてもおすすめかなと思います。続いても門前仲町から地域密着のおすすめ店舗でございますバクコーヒーロースターズさんのご紹介でございます。こちらの店はこだわりの自家焙煎コーヒーと唯一のフードメニューでございますプリンが絶品のお店になっています。清澄白河の人気コーヒー店出身のバリスタさんが営むコーヒーショップでございまして、材木倉庫をリノベーションした店内の空間も工場らしさを感じることができて素敵でございます。コーヒー豆は東南アジアのものをメインに厳選し、シングルオリジンを丁寧にハンドドリップで提供していただくことができます。定番のラオスをはじめ、常時7種類ほどのラインナップでございまして、様々な味のコーヒーを楽しめるのも魅力的でございます。そういったコーヒーの調達に関しまして、アジア圏だからこそ生産者さんとの距離が近く、仕入れの過程からコミュニケーションを密に取れるところが採用の理由になっているというふうに伺っております。で、店内もとてもおしゃれな感じで、たくさんの常連客の方々に支えられているんだなというふうに感じられましたし、そういった会話がとても素敵だなと思いました。あとは焙煎機もとてもインパクトがあって、コーヒー好きにはたまらないかなと思います。こちら、この日に注文しましたカフェラテとプリンでございます。ラテアートもとても素敵でございますし、先ほど申し上げました通り、コーヒー豆もとても絶品でございます。そしてこちらがコーヒーだけではない大きな魅力の一つのプリンでございます。シンプルな手作りプリンでございまして、あくまでコーヒーありきの味付けにしているということでございました。卵と牛乳に加え、砂糖の代わりに練乳が使われておりまして、優しい甘さに感じられるということでございます。私も様々なプリンいただいてきたんですけども、ここのプリンに関しましては、特にカラメルが美味しくてですね、もう本当にナンバーワンと言ってもいいようなプリンかなと思いました。まさにビターな味わいのカラメルが病みつきになりそうな深い味わいでございましたので、ドリップコーヒーはもちろん今回頼んだようなラテでもうまくマッチしそうな印象でございました。で、私の記憶が確かであれば、プリンだけの注文はできなかったと思いますので、ぜひコーヒーと合わせてペアリングしてほしいなと思いました。続いても清澄白河からオールプレスエスプレッソの東京ロースタリー&カフェさんをご紹介していきます。こちらは2022年の4月にリニューアルオープンしておりまして、清澄白河ではとても有名なカフェでございます。実は私の虎ノ門編のカフェ特集でも、こちらオールプレスエスプレッソさんの虎ノ門ヒルズ店をご紹介しているんですけども、こちら本店はまだ伺えてなかったので、とても楽しみにしていた店舗でございます。オールプレスエスプレッソは1989年にマイケル・オールプレスさんがニュージーランドで始めたコーヒーロースターでございます。ここ清澄白河の店舗はオールプレスが東京の街をサイクリングする中で見つけた木造の倉庫を翌年にリノベーションしてできた店舗でございます。そんな背景もありながら2014年にロースタリーカフェを日本に構えてから約10年、スペシャリティコーヒーを提供し続けて、地元の方々はもちろん日本中のカフェへ卸して提供するなど多くの日本人に愛されるお店になりました。2022年のリニューアルでは店内を広く開放し、新たにスタンディングカウンターをカフェエリアに設置しております。
さらに先ほど映像の中でも映しておりましたけれども、ガラス越しには大きな熱風式の焙煎機がございまして、コーヒー好きの方々にはたまらない空間になっています。そんな店内ではこだわりのコーヒーと軽食をいただくことができまして、スイーツ以外にもお食事系のメニューもあるのが魅力的な部分でございます。もちろんコーヒー豆の購入も可能でございまして、私自身はコーヒー豆を購入する際に 100g1000 円を目安に購入しているんですけれども、こちら高品質な豆が 100g1000 円以下でいただくことができたりというところでございますので、ぜひ気に入っていただいた方に関しましてはご自宅用にも買っていただけるととてもいいかなと思います。さらに私はこちらのオールプレスエスプレッソさんの結構好きでございますので、以前に訪れた虎ノ門ヒルズの店舗にてキャニスターを購入しております。そちらのキャニスターを持っていくことで100円引きしていただいてコーヒー豆の購入が可能でございますので、ぜひそういったグッズの購入もご検討ください。そしてこちらはこの日にいただきましたグリルドチーズサンドイッチ、そしてロングブラックのアイスでございます。エスプレッソドリンクに関しましても先ほどのイキさん同様ロングブラックとかフラットホワイトとかを頼んでいただくのが個人的におすすめでございます。ぜひフードとのペアリングも試してみてください。以上、今回は2023年最新レポート東京下町カフェ6000をご紹介させていただきました。今回は深川エリアの清澄白河と門前仲町をご紹介したんですけども、もうどの6店舗とってもですね、とてもおすすめな店舗だったかなと思っておりまして、普段もたくさんのカフェご紹介してますけども、特にですね、喫茶店とかというよりかは最近のカフェらしさ感じたい方とか、あとは特に外国人が好きな朝入りのコーヒーいただけるというところでもおすすめかなと思いました。私自身が東京の西側の出身でございますし、さらに今住んでいるのも世田谷区でございますので、なかなか江東区のエリアに訪れることは多くないんですけれども、それでもですね、コーヒーだけを味わうためだけに訪れてほしいような、そんな空間になってますので、ぜひ動画をご覧になられて気になった方は、お散歩がてらこのエリアに足を運んでほしいなと思います。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。